こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。こんにちは。ゆっくりマリサです。今回から、面白い思考実験の解説をしていくよ。思考実験。思考実験っていうのは、実験器具を使わずに頭の中だけで行う実験だよ。それって意味あるの？現実に実験不可能な問題があった時に、それを思考の上で行うことで、新しい知識が獲得できる可能性が開けるよ。最近だと、トロッコ問題とかが有名だね。暴走するトロッコが走っていて、その先に5人の作業員がいる。自分の前に切り替えスイッチがあって、それを押すとトロッコを対比線に切り替えられる。だけど、切り替えると対比線にいる1人が犠牲になるってやつか。そういう問題は現実に実験することはできないでしょ。ただ、5人を救うために、1人を犠牲にすることについて、あらかじめ考えておくことは大切だからね。そうだね。問題の設定に不快感を感じる人もいるけど、社会保障とかのことを考えると大切な議論ではあるよね。ところで、今日の本題だけど、世界は5分前に作られたと言われたらマリサは信じる？それって、某神アニメの某未来人が言ってた。世界は3年前に突然、ヒロインによって作られたのかもしれないみたいな話？面白い話だけど、昼ご飯をレ夢ムと食べた記憶もあるし。宇宙は、138.2億年前に、ビッグバンによって生まれたらしいから信じがたいよね。この仮説のすごいところは、そのマリサの記憶や、ビッグバンがあったことを裏付ける全ての事実も5分前に生じたと主張している点なんだ。この仮説は、20世紀に活躍した論理学者、哲学者のバートランド・ラッセルが、心の分析という本の中で提出したものなんだ。参考までに引用すると、世界が5分前にそっくりそのままの形で、全ての非実在の過去を住民が覚えていた状態で突然出現した、という仮説に論理的不可能性は全くない。異なる時間に生じた出来事間には、いかなる論理的必然的な結びつきもない。それゆえ、今起こりつつあることや未来に起こるであろうことが、世界は5分前に始まったという仮説を反駁することは全くできない。したがって、過去の知識と呼ばれている出来事は過去とは論理的に独立である。そうした知識は、たとえ過去が存在しなかったとしても、理論的には今こうであるのと同じであるような現在の内容へと完全に分析可能なのである。論理的不可能性とか、必然的な結びつきとか難しい言葉が多いね。少しずつ、説明するね。さっきマリサが挙げていた例だと、1時間前にランチを食べたという事実を、仮に、事実 A として、現在、感じている満腹感を事実 B とした場合、事実 A を原因として、事実 B という結果が生じたという因果関係を私たちは見出すことができる。そうだね。今の満腹感は、さっきのランチを食べたおかげでしょ？しかし、因果関係は、私たちが今まで、過去の出来事から現在の出来事が生じた、という経験を繰り返し持ったから見出されたに過ぎない。こういう因果関係の実在への会議は、ラッセル以前にも、イギリス経験論のヒュームによるものが有名だけれど、過去に何度、二つの出来事が連続したという経験があったとしても、そこから因果関係が存在することを、確実に導き出すことはできない。これは私たちが用いる機能法という推論方法の限界でもある。機能法は、白鳥は白いという命題を、多くの白鳥が白いという事実から導こうとするけれど、黒い白鳥が一匹でも発見されれば、白鳥は白いという命題は否定されてしまう。このように、機能法による推論は、必然性を持つことができず、蓋然性を持つに過ぎない。蓋然性？蓋然性とは、物事の確からしさを表す言葉で、必ずこうなるという必然性とたまたまこうなるという偶然性の、中間の意味を持つ言葉で多分こうなるぐらいの意味だよ。なるほど。現在の科学は、統計や確率論という武器で精度を上げているけれど、機能法がもたらす知識は、蓋然性を超えて、必然性を持つことはできない。つまり、いくら時間的前後関係のある事実を集めても、論理的必然的な結びつきを証明することはできない。世界5分前仮説は、私たちの直感に反するけど、反論は難しそうだね。そうだね。わかりやすく集合で考えてみると過去の事実を用いている限り、この集合自体が、5分前に成立したという主張が、世界5分前仮説だから、それを否定するのは難しい。ただし、認識論や知識の哲学という立場からの反論は可能だよ。認識論？認識論エピステモロジーとは、私たちは何を知り得るのかを探求する哲学で、知識の哲学とも呼ばれているよ。第一の反論は、この仮説は反証もできないけれど、5分前仮説が事実であると証明する方法もないという点だよ。世界の中にある事実を使って、5分前仮説を証明することはできないからね。第二の反論は、時間的因果関係の蓋然性を説明するには、先ほどの白鳥の例のように、世界で現に観察できる事例を用いればよく、世界5分前仮説は、私たちの知識を新たに増やすのに何の役にも立たないという点だ。不要な説明仮説を増やす意味がないということだね。そして、第3の反論は、世界5分前仮説は、
私たちが過去の事実を集めることで、知識を増やそうとする行為自体への反論にはなっておらず、よって、現状の過去の存在を前提とした知識観は何も揺らがないという点だ。じゃあ、世界5分前仮説は何の意味もない妄想なの？そうとも限らない。それを説明するために、ラッセル以前のフィリップ・ヘンリー・ゴスの思想を紹介するよ。ゴスは19世紀の自然学者で、昆虫や鳥類、海洋生物についての著作を残した人なんだ。この人が5分前仮説と何か関係があるの？ああ。ゴスの残した独特な創造論がラッセルの仮説にも大きな影響を与えている。創造論？創造論とは、キリスト教に基づく世界の誕生についての考え方のことだよ。神が7日間で世界を作り、人間はアダムとイブから生まれ、増えていったというような世界観だね。ゴスは、自らの創造論をオムファロスという書物で展開したんだ。オムファロスとは、私たちのへそを意味するギリシャ語だよ。おへそ？お母さんと繋がっていたとこだよね？そう。これは当時、神が作り出したわずのアダムとイブにもへそがあったのかが論争になっていたことに由来する。アダムとイブにへそがあったとすると、彼らも母親から生まれてきたことになり、聖書の記述と矛盾してしまう。しかし、へそがなかったとすると、今度は神が完全な形で人間を作り出したという記述と矛盾してしまう。この矛盾をゴスはうまく説明する必要があった。へそがあることも、完全な姿の一部だったんだね。さらに、ゴスは、地質学に詳しかったので、聖書に記された世界の創造よりも、地球の実際の年齢が、はるかに古いということに気づいていた。そして、樹木や貝、亀の甲羅に年輪が存在し、成長があることも観察していた。ゴスは観察に基づく事実と神による創造を両立するために、世界は意図的に古びた状態で創造された、という創造論を展開したんだ。年輪がある状態で作られたってこと？なんか聞き覚えがある話だね。そう。世界5分前仮説は、このゴスの創造論から着想を得ている。まあ、ゴス自身がこの考えを展開した当時は、他の創造論者からも、無神論者からも受け入れられなかったみたいだけどね。発想が斬新すぎるもんね。ところで、このゴスの思想のどこが、世界5分前仮説を認める意味につながるの？まさに、この科学的な世界観と宗教的な世界観の両立というのがポイントだね。科学と宗教の両立は、デカルト以来哲学者を悩ませてきた問題だけれど、それは現代でも続いている。アメリカでは、創造論を事実として信じている人たちも多いんだ。そして、創造論の一つ、インテリジェントデザイン論という立場では、学校教育で、進化論に基づく授業を行うなら、それと同じ時間だけインテリジェントデザイン論に基づく授業も取り入れるべきという意見もある。さらに進化論と創造論の対立は、裁判に発展するなど、社会問題にもなった。こういった対立を解消する上で、自然観察に基づく事実と創造論的な事実を、両立できる意味で、世界5分前仮説のような仮説は、意義を持っていると言えるだろう。なるほど、一見突飛な話だったけど、思考実験って、とても解消できないような意見が対立する場面でも役立つ可能性があるんだね。思考実験だけで現実問題が解決するわけでは、もちろんないけれど、私たちの思考の幅を広げて、いろいろな現実の可能性を探る上で大切なものだと思っているよ。最後に、今日の話をまとめておこう。世界5分前仮説は、過去の事実によって反論することはできない。しかし、仮説が正しいとしても、私たちが知識を増やすという実際の行為自体には影響を与えないものだった。ただし、宗教と科学の両立を目指す上で一つの可能性を与えてくれる思考実験だと言えるだろう。動画を最後まで見てくれてありがとう。今回の動画の意見コメントも大歓迎だよ。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学関連の動画を上げていく予定です。なので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあ、またねー。